驚いた。なんと中途採用で入社してきたのは俺の元上司だった。向こうも俺に気づいてぎょっとしたようだ。だけどそれも一瞬のこと。ゆっくりと近寄ってきた彼は口元に不敵な笑みを浮かべて俺を睨んだ。そうか、お前もここにいたのか。この無能野郎、またクビにしてやるよ。クビにする？俺を？この人が。どうやら彼は何か勘違いをしているようだ。俺は自分の身分を伝えて元上司の誤解を正すことにした。俺の名前は和也。ある会社の営業部に所属している。うちの会社はいわゆる同族経営。規模が小さくて社員数は30名ほどしかいない。創業者は会長で、社長は会長の息子。専務は社長の弟。経理部長は社長夫人が務めている。少人数の会社で重宝されるのは、どの部署でも活躍できる人や特別な能力を持った人材だ。自分で言うのもなんだけれど、俺はそういう社員の一人。昔からパソコンにとても強かった。そんな俺に会社側は営業としてだけではなく、社内 SE としても頑張るよう求めてきた。おかげで俺は毎日大忙し。新しいシステムの開発やネットワークの保守、運用、仲間の営業部員たちよりもずっと充実した毎日を送らせてもらっている。それにその分だけ給与も多めにもらえているから、これといって不満はなかった。何より自分の得意分野でバリバリ働くのは気持ちがいい。忙しくても苦にならない。問題はそうやって活躍する俺をやっかみ、足を引っ張ってくる人がいたこと。悪いことに、その人は俺が所属する営業部の上司だった。沢田部長は53歳。小柄で小太りな独身のおじさんだ。俺は入社した当初から沢田部長と反りが合わなかった。部長はとても保守的な考え方の持ち主で、新しいやり方を好まない。俺がシステム上の無駄を指摘して、より効率的な方法を提案した時も、バカバカしい。後から来た者がごちゃごちゃ言うな。この手順で取り組んだ方が能率が上がると思うんですが、今までずっとこれでやってきたんだ。わざわざ変える必要はないんだよ。と、せっかくの改善案を突っぱねられてしまった。それ以来、俺は余計なことを言うやつとして部長から密かにマークされ続けている。沢田部長は自分に不都合なことを絶対許さないし、場合によっては徹底的に無視する。かといって実務能力がすごく高いわけでもなく、判断力も部下への指導力も人並み以下。その上かなり頑固な人で、先の改善案の件からもわかる通り、柔軟な思考なんて望めない。口癖はずっとこうだったと、そんなつもりはなかった。とにかく現状維持と保身が大好き。そんな人が営業部長にまで成り上がることができたのはなぜなのか。それは沢田部長が社長の後輩で、学生時代からずっと太鼓持ちをしてきたから。社長の目には部長のことが気配りができて使える後輩と映っているのかもしれない。沢田部長は相手の顔色を読んだり機嫌を察したりする能力に長けている。そういう点だけを見ればコミュニケーション能力が高いと言えなくもない。ただ、だから尊敬できる上司かというと、残念ながら全くそんなことはない。むしろ大いに嫌われていた。部長のことを信頼している社員は一人もいなかった。当然だと思う。沢田部長には部下を守る気も育てるつもりもないようだから。後輩の手本になろうとか、会社に尽くそうとか、そういう前向きな気持ちもないらしい。沢田部長が一生懸命になるのは、自分のポジションを守らなければならない時だけ。例えば営業部で何かしらのミスが起こると、部長はすぐに部下に責任を押し付ける。一度大口取引先との間でトラブルがあった時、社長への報告が遅れたことがあった。
こういった場合、部署を代表して事実関係を社長に説明するのは部長の役割のはずだ。だけど澤田部長はわざわざ社長の前に担当の営業マンを呼び出して、お前はどうして指示される前に社長に報告しなかった。大きなミスをしたら自分から進んで社長に報告しろと言っただろう。なぜその程度のことができないんだ。そんな命令は初耳で、俺も他の営業部員もびっくりしてしまった。きっとその場でとっさに考えたのだと思う。もちろん我が身を守るためだ。部下の不手際を強調しておけば、社長から自分への叱責を回避できるから。澤田部長が責任を部下になすりつけたエピソードは数え上げればキリがない。連絡漏れも部下のせい、書類の紛失も部下のせい、アポイントの取り忘れも部下のせい。部下の行動とミスの原因を無理やりこじつけて大声で叱り飛ばせば責任転嫁の完了だ。そんな澤田部長に嫌気がさしたという理由で会社を辞めていく営業は後を絶たない。誰かが辞めると澤田部長は必ずその人のことを他の部下たちの前でこき下ろした。口先だけのろくでもないやつだったな。あんな根性なしは続かなくて当然だ。辞めてくれてせいせいしたよ。我が社のためにも客のためにもこれでよかったんだ。その場にいない誰かを平気でバカにできる人間にろくなやつはいない。人として間違っていると思う。こんな上司を持った俺たち部下はとても不幸だ。できればもっと条件のいいところに転職したい。そうこぼす営業は俺の他にも多くいる。後輩の津村もそう。彼は澤田部長をプライドばかり高い小心者と表現していた。きっと部長本人も自分に能力がないことをよくわかってるんだと思います。そうわかっているのにあんなに強気に振る舞えるわけだ。自分に自信がないからこそあんなにも強気に振る舞うんですよ。声を張れば部下が萎縮する。泣き寝入りをする。それを期待しているんです。そして部下をけなすことで相対的に自分を持ち上げようとする。あんな最低な上司は他にいませんよ。そんな話をした数ヶ月後、津村は転職した。澤田部長はいなくなった津村のことを頭でっかちの役立たずと笑った。元同僚をバカにされた俺たち部下がどう感じるか全く気にならないらしい。毎日そういうことの繰り返しで部長と俺たちとの間の溝は深くなる一方だった。部長と俺との関係に決定的な亀裂が入ったのはある日の幹部会議の後のことだった。会議室から戻ってきた部長は俺の机に資料の束を叩きつけ、すごい目つきで吠えた。おい、どういうつもりだ。お前が作った資料のデータめちゃくちゃだったぞ。データですか？すみません、どこの部分のことですか？これもこれもこれもだ。資料の内容が実態に即していない。社長はご立腹だった。この俺に恥をかかせやがって。どう落とし前つけてくれるんだ。資料を作ったのは確かに私です。ただこれらのデータをおまとめになって私にメールで送信してくださったのは部長だったはずではありませんか？俺が指摘した瞬間、部長がフリーズした。忘れていたらしい。成り行きを見守っていた他の同僚たちもピタリと動きを止めた。そう、データが間違っていたというなら、それは俺じゃなくて部長のミスだ。この事態に部長はどう出るか。しばらく沈黙した後、部長は顔を真っ赤にして怒鳴ってきた。最終的に資料にまとめたのはお前だろうが、なぜその時にデータに誤りがないかを確認しない。それくらい常識だろ。どうしてその程度のことができない。間違いを間違いのままスルーした俺が悪いと吠える部長。資料にはこのデータをそのまま記載しろ、そう命じたのは自分なのに。反論してもよかった。けれどゆでだこのような部長を見ていたらその気も失せた。俺は私の確認が足りませんでしたと頭を下げ、それ以上波風を立てないようにした。澤田部長のせいで俺たち部下の毎日はあまりにもストレスフルだ。気の合う仲間との飲み会の席でも
出てくるのは部長に対する不満ばかり。そんなある日、友人の浩二から久しぶりに会わないかと連絡が来た。浩二と俺は地元も大学も同じで、就職してからもたまに会って飲んでいる。予約した居酒屋で酒を酌み交わしながら、俺は部長とのやりとりのことを打ち明けた。責任転嫁が得意なろくでもない上司なんだよ。本当に嫌になるよ。いるよな、そういう上司。その資料のデータの件でムキになって言い返さなかった和也は偉いと思う。目上に対する反論は慎重にやらないとな。たとえろくでなしでも上司は上司。いくらこちらが正しくても言い方を誤れば角が立つ。そうなったらこちらは余計に睨まれて仕事しづらくなってしまう。相手が明らかに間違っていてもその事実をもとに論破したらダメだ。向こうが自分の間違いに気づくように誘導してうまい落としどころを見つけてやらないといけない。浩二にも似たような経験があるみたいだな。あるさ。俺はやらかした口だ。和也みたいに我慢できなくて真っ向から反論した。で、関係が悪化して辞めてきた。実は今自分の会社を立ち上げようとしてる。浩二の起業はもうあと一歩のところまで来ていた。今回俺を飲みに誘ったのは引き抜きが目的だという。浩二は俺の実務能力を買ってくれている。一緒に働こう。そう言ってくれた。俺は嬉しくてぜひそうしたい。また追って連絡すると返事をしておいた。澤田部長との間で新たなトラブルが起きたのはそれから数日後のことだった。ある平日の昼休み明け、休憩から戻ってきた俺は澤田部長に呼び出された。部長は明らかに怒っていた。顔つきを見ればすぐにわかる。今回は一体何があったんだろう。俺は警戒しながらデスクの前に立った。澤田部長は大きな音を立てて机を叩き、激しい怒りをアピールしてきた。お前、新規取引先の担当者とのやり取りについて私に報告していないだろ。さっき社長から直々にその取引先とのことを尋ねられて私は大恥をかいたぞ。正直またかという思いだった。この人には学習能力というものがないのだろうか。となる前にしっかり確認をすればいいのに。その件は先週の金曜日の午後メールで送信させていただいたはずです。部長はお忙しそうでしたから他のメールに紛れてしまったのかもしれませんね。反論するときは慎重に。俺は浩二からのアドバイスに従った。メールの確認漏れは部長の怠慢ではなく忙しさのせい。そう逃げ道を作っておいた。こうすればなるほどそうだったのか悪かったなと部長も矛を収めやすいだろう。ところがだった。俺の気遣いなんて完全に無視。澤田部長は真っ赤になって吠えた。そんなメールは知らん。受信した覚えはない。本当ですか？そんなはずはないんですが。俺のパソコンには間違いなく発信履歴が残っている。澤田部長がうっかり削除してしまったのではないだろうか。それとなく尋ねてゴミ箱の確認を促したけれど部長からは拒否された。そんなメールは届いていないと言っているんだ。何度言えばわかる。メールソフトの不具合かもしれませんね。私に確認させていただけますか？ふざけたことを言うな。このパソコンをお前に触らせる気はない。別に何もふざけてはいないのに部長は絶対にダメだという。社内 SE でもある俺にパソコンを見せられない理由とは何だろう。おそらく澤田部長には俺が送信したメールがちゃんと届いている。指摘されて気づいたけれど引っ込みがつかなくて届いていないことにしたのだろう。だから俺にパソコンを見せたくない。まるっきり子供だ。俺はつくづく呆れてしまった。げんなりして言葉が出ない俺に向かって部長は指を突きつけてきた。だいたいお前は日頃からいい加減すぎる。だからこういうミスが起こるんだ。お前のような役立たずの部下はもう必要ない。荷物をまとめてさっさと出て行け。決定的な一言。別にショックは受けなかった。むしろ好都合だ。俺は分かりましたと伝えた。浩二からの仕事の誘いを受けて以来、俺は辞める機会を伺っていた。
引き継ぎのためのマニュアルも用意してある。俺は同僚たちに別れを告げた。ろくでもない上司と関わり合いにならずに済むのならクビも大歓迎だった。それから数年の月日が流れた。工事が起こした会社は順調に大きくなっている。そんな俺たちのもとにある日、あの問題人物が入社してきた。人事について何も把握していなかった俺は自分の目を疑った。沢田部長？え？お前は、そうか、お前もここにいたのか。聞けば、元部長はつい先日、中途採用で入社してきたという。前の会社は俺が辞めた後、少しして経営が傾き始めたのだとか。その後、倒産の運びとなり、元部長は転職活動をしてここに来たのだった。何を思ったか、元部長はニヤニヤと笑いながら俺にゆっくりと近づいてきた。この無能野郎、またクビにしてやるよ。覚悟しておけ。クビにする。私をですか。どうやら前の会社での力関係がここでも通用すると思っているらしい。勘違いもいいところだ。ここでは俺が先輩、元部長が後輩という関係。しかも俺にはこの会社で誰よりも強い力を持った理解者が味方についている。ちょうどその時、通路の向こうからその人物がやってきた。元部長が姿勢を正した。社長、お疲れ様でございます。ああ、確か中途採用の沢田さん。和也、もしかして知り合いか？前の会社にいた責任転嫁が得意なろくでもない上司っていうのがこの人だよ。お前、社長の前で何ということを。社長、こいつは大嘘つきです。私がろくでもない上司。とんでもない。この男はミスばかりしていて。あなた、何か重大な勘違いをしていますね。そんな嘘をついても無駄ですよ。社長と私は学生時代からの友人同士。人柄はお互いに熟知しているんです。どちらが本当のことを言っているかくらい、社長にはお見通しですよ。は？社長とお前が友人同士？無然とした表情の社長を前にして、元部長は真っ青になった。愚かな人だ。入社して早々、俺をこき下ろして、工事の不況を買うなんて。工事は冷ややかな目つきのまま、沢田さん、重々しく語りかけた。私は和也に全幅の信頼を置いています。この会社をここまで大きくした立役者ですし、何より大切な友人です。彼をバカにする人を私は絶対に許さない。申し訳ありません。前の職場でのことは忘れて、ここでの仕事に全力を注いでください。そうすれば、今回の和也への暴言については何も言いません。いいですね。承知いたしました。沢田元部長は平身低頭、俺に対しても深く頭を下げた。工事の怒りを間近に感じて、すっかり態度を改めた様子だ。その後、元部長は工事から言われた通り真面目に働き続けた。けれど、俺との過去もあって居心地が悪かったのか、半年も経たずに退職した。仕事ぶりも今一つで結果を出せていなかった。これでよかったのかもしれない。嫌な元上司がいなくなったことで、俺はまたのびのびと働くことができるようになった。これからも社長である友人を支えて、自分なりに精一杯会社に尽くしていこうと思う。